今回は友人宅の外壁塗装のお手伝いをします。建築から約7年が経過し、玄関上の木部の塗装が劣化してきました。こちらのベランダは雨風が当たらないので綺麗です。玄関ポーチ天井も雨風が当たらないのでもちろん綺麗です。今回はこの玄関上をメインに塗装していきたいと思います。玄関上に登ってきました。だいぶ木部が傷んでいることがわかります。縦柱に至っては茶色ではなく、もう灰色気味になってしまっています。それでは塗装の下準備、養生していきましょう。天気予報は晴れだったんですが、あいにくの曇りです。日焼けをしなくていいんですが、動画映えはあまり良くないですね。雨が降らないことを祈りつつ作業していきます。養生はですね、こんなマスキングテープを使って、こういった窓枠だったりとかね、ハケがはみ出てしまいそうなところをね、貼っていきました。あとはこんな感じのマスキングテープにビニールがついているマスカテープっていうのを使って、窓だったりとかね、塗装が跳ねたら困る外壁のところですね、そういったところに貼っていきました。この左上の角がね、脚立を伸ばせば届くんですけれども、足場がなくて高すぎて怖くてですね、ちょっとここの上まで養生することができませんでした。で、こんな感じで養生が完成しました。今回使うのはキシラデコールのウォルナットです。使用前によく振ります。ちなみに撮影前にも振りまくってます。あとは四隅に塗料が固まっているかもしれないので、こんな感じの棒で攪拌します。ちなみにこの棒は100均で売ってるはたきの柄です。で、四隅をつつき終わったらまたフリフリして攪拌します。またフリフリしてもらって、これこのまま開けるの？これでまたフリフリして、でここ押す感じ。結構シャバシャバっすよね。本当だ。そんなもんでいいですかね。こっちも？うん。こんな跳ねるんだね。そうなんですよ。こんくらい？うん。
そうっすね。そして、そういう脚立の下ら辺に置いときゃ。これはいいか。一応やっといた方がいいか。一応やっといた方が、倒した時にね、シャーって言ったら、すべてが台無しになるんで。そうだね。で、今回、キシラデコール使ってるんですけど、今まで DIY でいろいろな屋外木部って塗ってきたんですけど、やっぱ僕の経験上、キシラデコールが最強ですね。値段はちょっと張るんですけれども、ホームセンターで売ってる木部保護用の数千円のやつですね。そういったやつよりも全然キシラデコールいいですね。木部保護用は、やっぱ雨風当たると1年ぐらいで劣化しちゃって塗り直ししないともうダメって感じなんですよね。それがキシラデコールだと3年から5年ぐらい持つんで、結果的にコスパがいいっていうような感じになりますね。で今回ね、新築から1、2年ぐらいで一度塗っとけばまだ良かったと思うんですけれども、7年ぐらい経過してるんで、木部の劣化がすごくてですね、塗っても塗っても吸い込んでてしまうような感じで、結構苦戦しましたね。じゃあこっからね、徐々に新しい色に変わっていくんで、早送りで見ていきましょう。で、問題の左上ですね。足場がないので、絵がついたハケで塗っていくんですけれども、養生してないんで、はみ出たら一発アウトなんですよね。はみ出ちゃったら拭き取りもできないしっていうので、恐る恐る塗ってった感じですね。本当塗るのに集中すると足場ないんで踏み外しちゃいそうだしっていうので、交渉作業者でもあればなーって感じでしたね。で無事はみ出ることもなく塗り終えることができました。
昼を取りましてね、からまた結構吸われちゃってるので、その補修をしつつ、ベランダ側もね、側面がやっぱ雨風ちょっと当たっちゃってるんで、劣化が進行してたので、側面も塗っていきます。まずは側面の養生からですね。でここからね、天気も徐々に晴れてきます。側面の養生も終わったので、ここから塗っていきます。側面はやっぱりそこまで劣化が進行してなかったので、塗料が吸われるっていうこともなく、一度塗りだけで大丈夫でした。側面が塗り終わりましたので、最後の仕上げに取り掛かります。もう日差しが夕日になってしまいましたね。よし、終わった。いいね。これで終わりにしよう。いやー、長かったですね。だいたい9時から16時ぐらいまでかかりましたね。じゃあ、ここから養生を取り外していきます。養生取り外し完了です。それではアフターをアップで見ていきましょう。ちょっとカメラの性能もあるかもしれないんですが、白っぽくなっちゃってるんですけれども、もうちょっと肉眼では濃い感じの茶色ですね。で、こっちがビフォーですね。やっぱこう見比べると全然違いますね。で、これがまたアフターですね。こんな感じで塗ることができました。